はいどうも、谷でございます。今回は拠点に作ることができるモンスタートラップの作り方をやっていきたいと思います。地上にね待機場所があるんで、天空トラップタワーみたいにね上まで登っていく必要がなくて、しかも拠点でね経験値を貯めることができる便利な装置です。それではやっていきましょう。必要素材はこちらです。チェストが3つ、ホッパーが9つ、トラップドアが6つ、水入りバケツは2つ用意しておきましょう。モブがね落ちてくるのを見えるようにしたい方はガラスを9つほど用意しますが、なくてもね普通のフルブロックで構いません。それからね高所作業になりますんで、足場かね仮ブロックはしっかり用意しておきましょう。それから湧き潰し用の体罰、これらはねたっぷり用意しておきましょう。あとはフルブロックとハーフブロックなんですが、結構やばい数が必要になりますんで、チェストパンパンになるぐらい集めておいてください。ちなみにねこれらのブロックは太陽が透けないね不透過ブロックを用意する必要があります。でトラップをね作る時の注意点なんですけど、近くにね洞窟とかがなくて、かつなるべく平坦な場所に作るようにしてください。トラップの外側にモブが湧いちゃうと効率が悪くなっちゃいます。もしね拠点の下とかに洞窟があった場合は、松明とかを刺してねしっかりと湧き潰しをしてモブが湧かないようにしておきましょう。で作る場所はね川の上とかだとドラウンドしか湧かなくなってしまいますし、雪のバイオームとかはねちょっと湧いてくるモブとかが違ってくるんで避けてください。それからね拠点に作るときはモブがいる施設からね64ブロック以上は離します。モブにはね湧き上限っていうのがあって、200体以上モブがいるとそれ以上ね近くにモブが湧かなくなるんで、こんな感じでねちょっとやばいぐらいにモブがねすし詰めになっているような場所があれば、ちょっとどうにかした方がいいっていうか、そこからはねしっかり話しておきましょう。あと最後にねめちゃめちゃ重要な設定の話をしておきます。これ忘れちゃうとねほとんどモブが湧かなくなるので注意してください。まずはね一旦ゲームをねセーブして終了してもらって、自分のワールドのね右側の部分、この鉛筆のマークを押して設定のところにね行ってもらったら、ぐーっとね下の方に行ってもらうと演算距離っていう部分があるんで、これをね4チャンクまで下げてください。演算距離をね4チャンクにすることでモブが湧く範囲っていうのがねかなり狭くなるんで、トラップの効率がねめちゃくちゃ上がります。放置するときはねこの設定を絶対に忘れないようにしときましょう。それじゃあね作っていきましょう。まずはねチェストを3つこのように並べておいて、そしたらねチェストの裏側に回ってもらって、このねホッパーの裏側を狙ってもらって、しゃがみながらホッパーを3つ取り付けていきます。そしたらねこのホッパーの後ろにさらにねホッパーを3つ連結してもらって、そしてもう3つほど連結して合計9個のホッパーを連結させます。そしたらね一番奥側のホッパーに向かってアイテムを投げ入れてもらって、ちゃんとねチェストまで連なっているか確認してみてください。そしたらホッパーの上にハーフブロックをねしゃがみながら取り付けていきます。おいしょっしょと。そしたら次はねチェストの隣のところ、この位置からねフルブロックをこのようにね囲むようにぐるーっと置いていきます。ここまで来たらね折り返して、でこの字になるようにぐるーっとこんな風にホッパーとねチェストを囲むように置いていきます。はい、こんな感じになりましたら、今度はねこのハーフブロックの周りに22ブロックの高さで壁をね積み上げていきます。この時ねこの角の4箇所にはブロックを積む必要がありません。3ブロックずつ積み上げていけば OK です。この先もねブロック大量に使うんで、なるべくね節約していきましょう。そんなわけでここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22と置きます。でこの時ね今22ブロックほど積んだんで、一番下の段から数えると合計でね23ブロックほど積んであるんで、ここでね高さを間違えないようにしましょう。はい、そんなわけでね全部積み上がりました。全部積み上げるとこんな感じの煙突型の形になります。で角はね節約のためにこんな感じで残しています。そしたら次はですねこの2段目のブロック、このねチェストの上のとこですね、このねずらーっとハーフブロック残して、このように全部取り除いていきます。中のハーフブロックをね壊さないようにぐるーっと外側のね壁の下から2段目だけをねこんな風に取り除きます。そしたらねモブが降ってくるのをちゃんと見えるようにするために、このねチェストのねある方の手前の壁、ここをねガラスブロックに変えていきます。というわけでこの辺をね9個ほど取り除いてもらって、
でこの部分をねガラスに変えていくとよりねモブが見えやすくなって、なんとなくおしゃれです。よいしょ。そしたらねこの煙突みたいな部分の一番上まで足場かね仮ブロックを使って一番上のところまで登っていきます。こっから先ね結構な数のフルブロックとハーフブロック、あと水とかも使うんでね、ちゃんと上り下りできるようにしてなるべく多くの素材を持ってきておいた方がいいです。そしたらねこのようにチェスト側の正面に立ってもらって、このね両サイドの端っこのところ、こっから7ブロックずつ伸ばしていきます。この部分から1234567と伸ばしてもらって、そして残りの部分も同じようにこのように3ブロックの幅で7ブロック伸ばしていきます。おいしょ。そしたらね反対側に行ってもらって、で反対側もね同じようにこの部分からね1234567と伸ばしてもらって、こっち側にもね同じように橋を渡すような感じでブロックを伸ばしていきます。おいしょと。ここまでできましたら、今度はさっき伸ばした場所のね外側、それをね囲むようにこのようにぐるーっとブロックを置いていきます。端まで来たらねこの土台の外側さらにねこのように伸ばしていって、でまた折り返してさっきのね端のところこのように外側にぐるっと置いていきます。はい、こんな感じでねさっき置いた土台を囲うことができたら、このね端っこから手前の2番目のところ、この部分を7ブロック伸ばしていきます。というわけで1234567と伸ばしていって、そしたら同じようにねこのように7ブロックずつ延長していってもらって、でこれをね端っこから2番目のところ反対側もね同じような形になるようにこのようにずっと延長していきます。でこの反対側もねこの溝から1個手前になるようにこのように延長していって、はい、こんな感じで土台をね7マスほど伸ばしましたら、反対側も同じようによいしょっと。はい、同じようにね端っこから1ブロックほど残して7ブロック分伸ばしていきます。はい、そしたら次はですねこの溝の両側、ここにね水を流していきます。こっち側の角とこっち側の角に水を流したらね水流がつながりますんで、今度はねこの真ん中から水を2回汲んでもらって、でまた反対側に行ってもらって、でこっちの角とこっちの角に水を流します。そしたらね水流がちょうど穴のね手前で止まりますんで、もし水流のね長さが足りなかったり穴に落ちてしまった場合は長さが違ってるんでね、ブロックをねよーく数えてください。そしたら今度はトラップドアを溝の端っこに3つほど置きます。で反対側も同じように溝の端っこにトラップドアを3つほど置いて、次はねこの溝の端っこのこの出っ張ったねはみ出た部分、この部分にブロックを123と置いて、でこれをね3ブロックの高さで壁を作るようにねぐるーっとこんな風に伸ばしていって、でこのままねさっきまでの土台を囲うようにこのように3ブロックの高さで壁をねぐるぐるーっとこんな感じで1周ほどねつなげていきます。おいしょっとと。はい、こんな感じで外側にね高さ3の壁を作って、現在ね 21×21 ブロックの大きさになりました。そしたら今度はこの水流が流れてる溝、このね横っちょのところ、この部分にフルブロックを置いていきます。ほいほいしょっしょと。これをね端っこまでこんな風につなげていって、そしたらね溝の反対側も同じ場所、ここのところを同じようにこんな感じで伸ばしていって、で反対側までつなげていって、よいしょ。そしたらね次は壁のね一番上側のところにハーフブロックをこんな風にね上付きでこの溝と壁の間、水流以外のところ全部ねこんな感じで敷き詰めていきます。下付きじゃなくてね絶対上付きでやるようにちゃんと注意しましょう。でこんな感じで端っこの方まで埋めていって、でそしたらまたね反対側に行ってもらって、でこっちの反対側もさっきと同じように上付きのハーフブロックでこんな風に完全に埋めていきます。おいしょっしょっしょっしょと。はい、現在こんな感じ。これでね2段目の層が完成しました。で次ね3段目まで作っていくんで、まずはね端っこに壁を置いていきます。さっきと同じように3ブロックの高さで壁を積んでいって、で一番端っこの方ねぐるーっと同じように高さ3ブロックの壁を築いていきます。で最後までぐるーっとつなげていって、はい、こんな感じでね周囲の壁をぐるーっと2段目囲っていったら、水が流れてね空いてる部分のこの端のもう1個隣、この部分3段目はこの部分からハーフブロックをこのように並べていきます。なんでね1個穴が大きいです。真ん中の
で最後までねハーフブロックでこんな風につなげていって、でそしたらね反対側も同じようにこのね真ん中の水の空いた端っこから2番目のところ、この部分にハーフブロックを上付きでこのように置いていって、でまたね端っこまでつなげていきます。そしたらね残りの部分を真ん中以外のところ上付きのねハーフブロックでこんな風に全部埋めていきます。はい、現在こんな感じで3段目はね真ん中の部分が幅5ブロックで穴が開いてます。で全部ね上付きのハーフブロックなので注意しましょう。そしたらですね3層目の壁も同じように3ブロックの高さで積み上げていって、壁をこんな風に作っていって、でこれもね同じようにぐるーっと一周、もうめっちゃくちゃフルブロック使いますけど頑張って集めてこんな感じで作っていきます。はい、こんな感じでね3層目の壁もぐるっと囲えたらあと一息です。あとはねこの天井を蓋していきます。で一番上の天井はね真っ暗にしないといけないので必ずフルブロックでこんな感じでね全面埋めていきます。でね一番上は天井なんでこのね穴も開けずに全部完全に埋めていきます。はい、一番上までねこんな感じで塞がりましたら、お次はねこの装置の上にモブが湧かないようにまんべんなくね湧き潰しをしておきます。なるべくね狭い範囲でぎっしりと松明を置いておきましょう。はい、これでねトラップ全体が完成しました。これ以上ね湧き層を増やしても全然ねトラップの効率は変わらないんで、実質ねこれが一番大きいサイズになります。でね湧き層の近くにいればまだねモブが湧いてなかったりするんで、一旦ね中を見てみましょうか。よいしょ。で下に降りた後ねちょいとね穴を閉じてもらって、でこんな感じでね真っ暗になってれば OK ですね。でねこの中にモブが湧いて、で次々とねその水流に落っこちていくんですが、その仕組みっていうのがねちょっとあるんです。というのも湧き層をねハーフブロックで作ったんですけど、モブっていうのはね実はこのハーフブロックの上にいるのをすごく嫌がるんで、近くにねフルブロックがあったりするとこんな感じでねフルブロックの方に移動していくんです。でその仕組みを利用してこんな感じでモブが湧いた時にこのモブがねうわーフルブロックやーいっつってこんな風に2段目に落ちていって、でさらにわーいフルブロックやーいっつってこの水流のあるねフルブロックの方にまた移動していって、で最終的にこの穴に落下していくっていう、なかなかにね面白い仕組みです。かわいそう。よし、それじゃあね完成しましたらこのチェストの目の前に立ってしばしね待っていると、こんな感じでねポン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 モブが落ちてきて、でさらにねもうちょっと待ってみると、はいこんな感じでねたまらんぐらいにモブが溜まってきます。こりゃたまらん。あとはねこのはみ出た足元のところを剣とかでねバッシンバッシン叩いていくと、敵からね反撃を受けることなくモブを処理していくことができます。で奥の方にいるモブはねこんな風に周りからね回転しながらやっつけていきます。よいしょ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 。なんでねこう全面開けておく必要があります。修繕のねエンチャントがついた装備があればこのモンスタートラップを使ってね拠点で装備を修理することができます。これはたまらん。さらにねいろんな種類のモブが落ちてきますんで、処理していくとこんな感じでねいろんなお役立ちの素材を手に入れることができます。ちなみに壊れかけのダイヤの剣を修理しようとすると約ね8分ぐらいで全回復させることができます。はい、ということで今回は拠点に作ることができる簡単モンスタートラップの作り方をやってきました。天空トラップタワーは天空すぎてちょっと敷居が高い、拠点で経験値を食べる装置が欲しいという方は作り方はね簡単シンプルなんで、よかったら皆さんも作ってみてください。この動画が役に立った、拠点でモブのいる暮らしがしたいという方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。